よし。空手道習志野道場習志野です。このチャンネルを通じて皆さんに自分が得てきた空手の技術を少しでもお伝えしていきたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。よし。はい、はい、はい、3、4、5、6、8、9、それでは、技術をお伝えしていくんですけれども、そのまず体の扱い方、体を詳しく前に柔軟性ですね、それを皆さんにお伝えていきたいと思います。自分の動き、自分の大切にしている技術なんですけれども、単純に言うと引っ張って、ねじって、挟む、この3つを行うために必要な柔軟性をお伝えしていきます。まずは、普通に立った状態で腰に手を当てるなり、帯に手を通すなりして、よく腰を回してっていう状態あるんですけれども、その時に大事なのは後ろには誰でも行くんですよね。そこで大事なのは前に股関節を外に曲げて、それを前に回していくイメージ。反対もそうですけれども、横から見ると後ろばっかり回しがちになるのを前に突き出しながら回していくことがポイントです。で、それも蹴った時の腰の前に突き出しですね。その時にイメージしながら、どこまで自分の股関節の可動域を感じながら、開きながら、例えば硬い蜜の入っている壺の中に棒を突っ込んで、それをゆっくり回しながら滑らかに動かすようなイメージで腰を回していってください。最初から思いっきり回すっていうよりも、ゆっくり体を温めるようなイメージで回していっていただけると、関節の負担もないと思います。続いては伸脚をいきます。足を開いて膝を曲げるときに、この時によくかかとを上げがちになったりするんですけども、足の裏はしっかりと床に添えて、で姿勢をまっすぐと思って、この状態、しっかりと股関節を曲げて姿勢をまっすぐ保って行うことを気をつけてください。決してつま先立ちになった状態で前かがみになったりすることのないように、常にまっすぐ保つことを意識して行ってください。はい、それでは、続いて開脚を行っていきます。まず最初に開脚のポイントなんですけれども、呼吸を止めないこと、そして力を抜くこと、この2つをまずは意識しながら開いていきます。まずは手をついた状態である程度まで開いて、この時に大事なのはあと先端ですね。つま先に力が入っていると、もちろん足これ以上開いていかないので、力を抜いてあげて、で常に背中をまっすぐと持って姿勢を垂直に保つことを意識してください。その状態でどんどん開いていった時に、腰を後ろに突き出してしまうんでなく、腰の位置は両つま先の中間にまっすぐ一直線上に並べるように開いていってください。これがポイントですね。横から見ると腰がこう突き出した状態でなくて、一直線上に左のつま先、腰、右のつま先しっかりと並べよう。この時も姿勢が垂直を保つように、その状態を保つ意識を心がけてください。で、そのまま足を開いて腰を落として、でまたここで大事なのがつま先の向きですね。左右対称になること、バラバラの向きを向いてるんじゃなく、足をスッと伸ばした方向、自然な状態を保つように。で、あとは例えば硬い方のよく見られる状態で言うと、足が曲がって外に行ってしまうんですけれども、そうしたら開いている、蹴りにつながる、また動きにつながる柔軟性にはこれそぐわない形になるので、しっかりと股関節が入った状態でつま先をなるべく内側に向けてあげること。その時に膝の位置が外向かずに、真上ですね、もしくは内側に向くようなイメージを持って整えていってください。
まずは理想的な形で言うとこの形になります。その位置から前に倒したり横に倒したり、横に倒すのも倒す方向に胸を向ける、もしくは横を向いた状態、常に自分の体が開脚状態でも自由に動ける範囲というのを広げていく形、その方向性がすごく大事だと思います。なのでこれ以上開いても全然動きませんという形ではなく、例えば体の働き方でいうと足を閉じて座っていただいて、手で開ける状態まで足を開いて、この状態で前に倒す、横に倒す、体を入れる、倒したまま動いてくる、そうした方が蹴りに必要な柔軟性につながると思いますので、無理なくこの状態でもつま先を内側に入れる、それをどんどん広げた状態で自分の自由な可動域を広げていく作業が体の扱いに必要な柔軟性を得られると思います。それでは股関節のですね、可動域をスムーズに動かすための、柔軟を一つ、ご紹介いたします。だいたい肩よりもちょっと開いて、つま先も自然に外を向くぐらい、この状態で横にこう8の字を描くように、大きくで股関節の開いたところでぶつかったものをずっと前まで押し出しながら、今度は引いてあげて、また押し出してまた引いてあげてっていうのを交互にゆっくり可動域いっぱいまで広げる中で、可動域を舐めるようにゆっくり広げていって、はい、今の動きを横から見ると後ろに引きながら前に押し出しながら、こんな形ですね。この動きによって股関節を温めてあげるイメージですね。ゆっくり温めて、でこの時に膝を曲げてあげるとまた動きも違ってくるので、どんな抵抗が生まれるのかな、この角度でこう曲げたらどんな抵抗が生まれるのかなということも意識しながら、それを少しでも可動域を広げるイメージで、腰が高く、ある時とまたちょっと落とした時とまた違ってくるはずなので、例えばこの足の骨があって、それを包んでる関節があって、それをこうゆっくり舐め回すようなイメージで温めていく、こういう作業をしていくとより股関節が動きやすくなってくると思うので、蹴りの前にこんな形で股関節を温めてあげることも必要だと思います。続いては、自分が大事にしている、運動ですね。引っ張ってねじって挟む、この引っ張ってねじるときに必要な、柔軟性ですね。それをやっていきます。まず手をついていただいて、ぐっと反ること、反って胸を開いてあげる、その状態で楽に呼吸ができるような姿勢を保つこと、この状態でゆっくりと体を小さく動かしながら開く、そして反る、それを自然に行われるまで、体が温まるまで、体が伸びきるまでつなげていってください。でこの時に手のひらをつくんでなく指で立てるイメージで、この状態が慣れてきたら手を真ん中に入れていただいて、反対の手を腰の真ん中に置いて、そこにぐっと荷重するようなイメージ、反対も股関節を張るようなイメージで反って、またここで開く、これを繰り返してください。足の開きなんですけども、自然に開いて最初にいただいて、今度は曲げて足の裏を合わせるイメージですね。横から見ると最初は普通に開いて、それを今度は閉じて腰からぐっと曲がるようなイメージ、左右に振ってみたり、また腰を添えてぐっと腰を押し出せるイメージ、こうすることでより体が反って開いて大きい力を生み出せる準備が整うはずですね。そんなイメージを持ちながら柔軟を行ってください。先ほどやった、引っ張ってねじって挟むのを
引っ張ってねじるときに必要な体を開いて反る動作。今度は、挟む動作。挟むときに必要な柔軟性なんですけれども、まず、逆正座。普通に逆正座、つま先を外側向けてこの状態で座るんですけれども、よく膝をかばって開いてこうやって閉じる方いるんですけども、これはあまりいい形じゃない。また、挟んだ時に必要な柔軟性ではないので、じゃあどうしたらいいかというと、膝をまず閉じる。閉じた状態でつま先をまず外向けて、これで腰を閉じる。その状態で前に倒し込んだり横に倒す。その後はねじって倒してあげる。この形が回し蹴り受けた時の形につながるので、それをより意識して柔軟すると回し蹴り蹴る時の柔軟性につながると思います。横から見ると、でここでこの逆正座の最大のポイントなんですけれども、股関節が入った状態でなきゃいけない。どういうことかというと、お尻を突き出した状態、この状態で座らなきゃいけない。悪い例で言うと腰が抜けた状態、これは蹴りにつながらないし、この状態で相手を捉えたとしても力が入らない状態になってしまうので、必ず腰を突き出して股関節を曲がった状態、屈折した状態を作り上げること。お尻を後ろに向けたまんま腰を落とし込めるようにして、ここから最初腰を突き出している状態から落としていくと抜ける方いるんですけども、最後まで曲がった状態と思って、ここで自由に動ける自分を作り上げると、いざ蹴ろうと思った時の最後の形が出来上がると思うので、そのイメージを持ちながら柔軟性確保するようにしてください。で最後に、これまでやってきた、柔軟、ちょっと難しい、これはできないって方いると思うんですけれども、できない人もいいと思います。要は上段回しに蹴れればいいだけ。まず腰を下ろして、本当に手で開ける程度に足を開く。その時のポイントで言うと、膝が曲がってない。で、腰が抜けてない。つま先が外向いてない。それを確保できる幅で十分構いません。その状態で、ちょっとでもいい。ちょっとでも前に倒して、横にも倒して、そのまま倒しながら体をねじってみたり、あとはつま先の方向、膝の方向ですね。この時に膝が上向いてると思うんですけども、内側に入る。最初は片方、続いて両方内側に入れる。左右入れたり、開いて入れたりして、でその中で入れた時に抜けないこと、膝を内側に入れた時に、さっきの逆正座と一緒なんですけれども、入った状態で股関節を入れた状態でつま先を内側向けられる。入れるたびに抜けるようなことがないように、この股関節を垂直に保った中での膝の可動域を広げていく、そんな作業をしていけば、一部の柔軟性で上段蹴るわけじゃなくて、いろんな柔軟性、複合的な柔軟性を必要とする蹴りなので、そんな時にはほんのちょっと開く、ほんのちょっと倒す、ほんのちょっとねじる、そんなことの組み合わせが一つの上段回し蹴りにつながってくるはずなので、最初のできないところからでちょっと傾ける、それも一度ずつ、ちょっと倒す、1センチずつ、そのぐらいの感覚で構わないので、少しずつ開く、閉じる、またねじっていくものを繰り返していくと、理想的な蹴りの、形に近づいていくと思うので、徐々にやっていくことが大事だと思います。